はい、こんにちは。社外アイデア企画室の坂田幸太郎です。笹田由美です。はい、今日はですね、沖縄移住して1年3ヶ月ぐらい経ちましたので、そのデメリットについて語ってみたいと思います。はい。皆さんも生々しい話が好きかなと思って語ってみようと思います。今日は本当にいいところは何も抜きでということでお話ししますが、最初の結論から言っておくと、悪い部分ももちろんありますが、絶対にした方がいいというもしちょっとでも沖縄移住を考えているのであればということで、ぜひやっていただきたいなと思います。さあ、じゃあ悪い部分いくつかについて語っていきたいと思いますが、まず第一に、我々ネット住民としてはですね、Amazon 楽天が遅いとそうだね。いうところがあります。だいたい3日違う場合もありますけど、1週間見といてください。そうやな。来る時に早くて3日か4日。東京の港区住んでる時は翌日に当当日日に来て、なおかつ1時間後に来た場合もありましたそれぐらいスピーディーなんですが、1週間ぐらいかかることもあると、船の状況とかねよって。で、楽天に至ってはプライムとかないので送料が無料にならない、あるいは高くなるケースというのが、多分に存在するということで、それも注意です。で、配送に言えばそうですね、引っ越しが高額、高すぎるやっぱり海を越えるということはすごく大変だなって感じるのは、引っ越しが高い。しかもいつ来るかあるいは分からない。船便と飛行機便あるけど、飛行機便はやっぱりすごい高い、本当に 1.5 割 2倍増しぐらいの感じで考えた方がいいと思います。引っ越しの荷物がいつ来るか分からない。我々はU パックというのを使って、U パックのU パック一番でっかいやつだとすごい安くて、はい詰めるのは大変だけど、安く済ますことができましたと。そうやね。 5万ぐらいでできたんじゃないかな。で、マットレスとかがなかなか送れません。そうね。大きい家具がもう厳しいね。もう諦めた方がいいね。そうですねというわけであるんですが、それはだから前もって注文していくってことが大事ですね。Amazon に至っては、前もって注文して、1週間ぐらい前にやれば結構ね大丈夫だということで、あるいはね、もう本当に近くにはスーパーがあったり、ショッピングモールがあったりするんで、そういうところで買ってくださいという話ですね。はい、続いて、不満点というか、ネガティブな点、台風は厳しいけれども大丈夫タイさん、じゃあいいです、持ってください、気になるのようだったら。台風は厳しいけど、それなりにできてます。どうぞ持ってください。なので、台風のことは気にしなくていいんですけど、対策が数日前から必要かなと。天気予報を見ておいて、大丈夫そうなら移動するし、そうでなかったら移動はやめるということで、これ感覚的に慣れてくるので、その辺を注意してみると。天気予報が大事と。とはいえですね、沖縄は本当に南国なんで、ここ例えばね、いろんなビル見えるじゃないですか。ここは降ってないけど1キロ先降ってるっていうことはたくさんあります。私は7階に今住んでるので、7階から見て、あそこ降ってる、あっちも降ってる、ここは降ってないみたいな状況があったり、あるいはこっちが降ってるけどあっちはすごい晴れてるとかいうケースもあるので、天気にあんまり気にしないということがいいんじゃないでしょうか。地元の人なんかは結構傘を持たずに出て、濡れてもいいかみたいな感じ、あるいは雨降っても、ちょっと雨宿りすればすぐね、雨が止むということもありますので、それも気にしないという感じがいいんじゃないでしょうか。で、私自身が、もうちょっと深刻だなということを少しずつお話ししていくんですが、これはね、なんか嫌だなと思う点なんですが、非常にダンプカーが多く、しかもそのダンプカー、トラックですね、トラックが多くて、おそらく東京の排ガス規制の何分の1からと思います。ものすごく排ガスが垂れ流している。で、これは非常に問題だなと。そういったところに気を使うべきなんですよね。この南の島で環境が大事という、環境が命という場所ですから、
特に観光の島なんで、これは改めていただきたいなというふうに思うんですが、やっぱり経済優先のところがあって、排ガスが汚い。でこれはですね、ただとはいえ都会は排ガス規制は厳しいけれども、とにかく車の数が多いので都会の方が空気は汚いです。沖縄はやっぱり、那覇もそうですけど、那覇とはいえ東京よりは綺麗で、うちの住んでる名護なんていうのはものすごく綺麗、という感じなので、雨もよく降るしね、浄化されます。ということで、そんなに空気自体は汚くならないんですが、例えば晴れた日に本当は窓を開けて爽やかにドライブしたい、だけども前にトラックが走っててすごい臭いっていうことが結構あるので、それはね、ハイブリッドだとか電気自動車っていうのが早く普及したらいいなというふうに思ってます。でさらにネガティブな側面をお話しすると、山を削ってるんですよ自然のねある山を削って、そこから取れたコンクリートとかで、言ってしまえば無駄な道路を作っているという側面があったりします。もちろん無駄じゃないかっていうのはその人の主観だったり、あるいは国全体を考えたものであったりするんでしょうけども、国全体という側面では明らかに費用対効果に合わないなっていう道路があることは確かです。でこれはそれもね経済優先で仕事がないという現状が多分あろうかと思うんです。だからこの地元にね仕事を落とすため、お金を落とすために建設業としてやるという、昔ながらの、これ沖縄に限らずなんですけどね、地方においては大体そうです。建設業が、あるいは公共工事がいまだに力を持っているという傾向があるので、この建設業重視、沖縄のね企業の売上ランキングっていうのを見ると、大体建設業がもうトップ10に結構入ってきているというようなものなので、それぐらい建設というものが重視されている。だから必要あるかわからないけれども、橋を作る、道路を作るみたいなことは結構あるなというふうに感じてます。というわけで、挙げたらそれくらいかな。あと今日も聞かれたのは、例えば歯医者さんとか、美容院ですね。なんか腕のいいところがないんじゃないですかっていうふうに聞かれることもあります。それはね、僕港区に住んでいて、表参道の病院とか行ってたりとか、一流のところに行ってましたが、そこまで心配する必要はないというのが、答えじゃないかなというふうに思うんです。というのも、うちもね、名護の今美容師さんに通ってます。東京行く時は東京の担当の人がいるんですけど、名護の美容師さんに普段は通っています。でその、女性の方なんですが、つい最近まで、東京の中目黒というね一等地で、十数年間幹部として、美容師をやっていたというぐらい、腕のある人が来たんですね。移住してきたんですね。このように移住者で結構すごい実績を東京とか大阪で残しているにもかかわらず、ちょっと余裕を持ちたいからっていう形で、移住してきた方が結構いてですね、そういった方はかなり腕のいい美容師さんの中はいる。歯医者さんも同じような感じで、特にこの南部ですね、那覇とかになるとかなり腕のいい、人たちっていうのはいます。なので、これもそこまで気にしなくていいんじゃないかなというふうに思います。あとは、ネガティブな点はね、よく言われることなんですが、仕事がないということです。仕事がないというか、仕事はあるんですが安いってことですね。給料はだいたい平均すると東京の3分の2とか、場合によっては半分になるというふうに思ってください。でもなんですよ、これはもうある教訓を示していますと。沖縄で仕事なんか探すなということなんですよね。沖縄で仕事を探したら、やはり100万人しか人口百数十万人しかいないわけですし、実を言うと47都道府県で一番、平均年収が低いと。で、そういったところ、マーケットが小さいわけですよね。マーケット小さい中で、そこで収入源を見つけるということをすると、非常に売れないし、
売ろうと思っても売れないし、売れたとしても高単価なものは売りにくいという話なんです。答えは簡単で、東京や大阪、つまり本州を相手にビジネスをし、沖縄に住むってことです。つまり稼ぐ、つまりお客様は本州にいる、多くはね、お客様の多くは本州にいる。そして、インターネットなどを通してしっかり稼ぎ、こちらの、沖縄に住むというのがかなりベストです。うちもね、社外大企画室というのをやっていて、でこれがかなりオンラインだけの完結、お客様はほとんど本州、沖縄の人いたかなちょっと思い出せないぐらいな形で、ほとんど本州にいる、あるいは北海道にいる、四国にいる、九州にいるということなので、ある場合によっては台湾にいる、インドにいるっていうのもありますけど、ということなので、距離は場所はもう世界中から稼ぐんだと、住むのが沖縄なんだというようなビジネススタイルをぜひとも早く身につけたい。それがもうできる時代ですからということで、やったらいいんじゃないかなと。でそうであるとするならば、収入が高いとする、ある程度取れたと、本州をねクライアントにして、あるいは北海道をクライアントにして、取れたとするならば、非常に住みやすい。なぜかというと、これ結構ね、行政サービスが充実してるんですよ。悪いこと言ってるけど悪いことじゃないな、行政サービスが充実しているんですよ。結構健康診断もよくあるし、これ言い悪いは別として、私は良くない子だと思うけども、道路が充実していて、どこにでもスムーズに行けるということがあって、普通の市区町村あるいは県の収入以上のお金が、投入されてるわけですね、国から。という意味で、この県民においては非常に過ごしやすい。市の体育館やプールなんかもものすごく充実してます。東京以上に、東京とか他の都市以上に。なのであるいは2月のプロ野球キャンプとかねあったりして、そういうスタジアム系もかなり充実してるので、地方本州あるいは世界中から稼いで好きなところに住むというのがこれからの時代のトレンドになるんではないかなというふうに思ってます。であとね、ネガティブな点なんでしょうかね。だからよく聞くのは、これはあんまり全てに当てはまらないし違う場合もあると思いますが、よくあるのは、この本州の人が来た時に仕事を一緒に沖縄県の人とやろうっていう時に、これ全員じゃないですよ、全員じゃないですが、そういう話を聞くということです。仕事をしようとした時にやっぱ感覚が違う。よく言うのが時間ですね。何時に来てくださいって言うと来ない人がいたりとか、こういうことをやっといてくださいって言っても やらなかったりとかいうケースがあるようです。でこれもビジネスパートナーは自分で選ぶんだと。つまり沖縄県に住んでるから、沖縄県の人とだけ働く必要もないわけです。私は世界中の優秀な人と働きたい。それは沖縄に住んでいようといなかろうと関係ない。日本に住んでいようといなかろうと関係ない。私のね、今のビジネスパートナーの一人は安井真代さん、北海道の旭川市に住んでいると。だけれどもこのインターネット上を通してビジネスができているということで、すごくね、どこにでもビジネスパートナーを得られる時代ですから、そこも考えない、ね、気にしないということで、そういうスキルを身につけることがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。あと良くない点なんだろうな、もうあんまりないですね。確かに東京ほど便利ではないですが、思ったほど不便じゃないというのが私の印象で、あとあるとするならば、例えば私六本木ヒルズの近くに住んでいたので、そのような超最新のファッションは、多少遅れる傾向にありますよね。でも私そんな超最新のファッションなんか別にいいので、それも全然気にならない。なんだろう、ネガティブな点。あった。お店ですね。お店、飲食店とか行った時に、あるいは町の商店行った時に、キャッシュレス化の対応が弱いということですね。キャッシュレスの対応が弱いので、なかなかこのペイペイとか、あるいはクレジットカードとか使えないところが結構ある。なので沖縄旅行来る時もそうですが、特に住んでると現金というものが必要になってくる。でそういう意味ではそうか、都銀ですね、大手都銀
みずほ銀行だとか住友銀行だとかっていうのは私の住んでいる名護市にはありません。っていうか北部にはありませんので、もしそんなところに来る場合は那覇に来るしかない視点ですね。でも私の生活の中でそんなことをする必要がないという、ネット銀行とかをね使っているので必要がないということになります。今挙げた中でいろいろ挙げてきましたが、やっぱり生活として一番のネックというのは宅配便が遅いということですよね。本州からの宅急便宅配便が数日かかる、余分にかかるというネガティブな点がありますので、それぐらいですかね。なんかあるかな。物価はこういう考えですね。都心よりは安い、都心よりは安いが田舎、普通の田舎っていうんですかね、本州とかにある普通の田舎よりは高いです。やっぱりそれは距離の問題であったり、あるいは旅行者が多いので水増しされていたりねするわけです。で沖縄のすごい私はいいなと思うところは、旅行者が来てくれてるので、ちょっと高いかもしれないけれどもおしゃれな店が多いっていうことですよね。うわー素敵だなって思う店が多い。それは旅行者を呼び込もうとして皆さんがね切磋琢磨してくれてるんですけど、そうすると住民としてはたまにねなんかおしゃれな雰囲気を、ラグジュアリーな雰囲気を味わいたい、例えばこういうホテルですよね、味わいたいっていう時に、そういうものがあるというのはなんかこう県内旅行をしただけでものすごい旅行した気になれる、異なる地に行った気になれるということで、それはすごくいいかなというふうに思ってます。さあそれではね、このように語ってきましたけれども、沖縄のメリットデメリットたくさんありますが、本当にもう良すぎるぐらい、私にとっては良すぎるところ、夢のようなところなので、逆に言うとそこがネックになってくるかなと思うんですね。私はいろんなところ住みたいと思ってますし、次は外国に住みたいと思ってますし、それからも海外をいろいろ行きたいなというふうに思ってるんですが、沖縄が最高すぎるのでこれを上回る場所はないんじゃないかなというふうに勝手に思っちゃいます。でそれというのはちょっとね危険なことで、甘えちゃうんですよね、この環境に。沖縄県の人がなかなか年収上がらないっていう理由はよくわかります。働く気にならないんです。あんまりね。私は休みに来たからいいんですけど、それならないことも事実です。だって最高の環境なんだもん。あるいはお酒飲むって言ったら普通5000円ぐらいかかるけど、私もたまにやるんですけど、もうビーチに、チューハイ2本とか持って行って、妻とね、妻はお酒飲めないんで運転ですけども、妻と2人で、夕日を見ながらまったりしていると、爽やかな風が吹いているということで、400円ぐらいですごく幸せになれるというのすごくいいんですけど、危険な側面、それで頑張ろうとかもっとここから抜け出そうとかっていうモチベーションが出にくくなるという危険性はあるなというふうに思いますので、これはバランスですよね。試練も必要だし、こういったもう快適最高さも必要だということで、その辺はね何かにチャレンジしたりして自分がやらざるを得ない環境に置くことも一つ沖縄に来たら大事なのかなというふうに思います。というわけで、長々とこの沖縄に住むデメリット、あとはそれの対策法みたいのもお話ししてきました。ぜひあなたの役に立ってくれれば嬉しいなというふうに思ってます。というわけでまたいつかこの動画をお届けしたいと思ってます。それではまたお会いしましょう。さよなら。